はい、今回はある棋譜を並べていきます。具体的には、マッチベリティ中村という名前でトーナメントで登録されているのですが、この番勝負の第3局を並べていきます。で、この対局はレンジの歴史上かなり有名というか、歴史に残った伝説の番勝負ということになっています。具体的に言うとね、この対局者お二人が、当時の連中界の中のトップ2。当時の対局直前の認識ですと、中村さんがすごく強くて、メリティが2番手ということだったのかもしれませんが、どういう認識をされていたのかわかりませんが、ともかくトップ2の、対局となります。で、並べる前にね、おそらく編集でこの対局者、両者について、説明を書くのですが、この対局の経緯について少し説明します。中村さんは、第1回と第2回の世界選手権を16勝2分けという無敗で、2回優勝しています。1回あたり、その時は9戦だったのかな？今の世界選手権は11戦なんですけれども、当時は9戦だったようですね。それで、9×2 で、18局打ちまして、計16勝2分けということで、優勝しております。で、この時点で中村さんは、外国のプレイヤーに一度も負けたことがないという意味で、海外の方にはすごく知れ渡っていました。伝説のプレイヤーとしてですね。で、対するメリティさんは、1988年にレンジを始めまして、1993年の世界選手権で優勝するという、こちらもとんでもない方ですね。レンジ歴5年で世界選手権優勝するっていうのは、正気の沙汰ではありません。で、なおかつ、それが第4回かな？すいません、第3回でした。第3回の世界選手権ですね。で、優勝されています。で、その時に、中村さんが出なかったんですね。その、第3回世界選手権に。で、メリティさんとしましては、中村さんに勝って、世界選手権を優勝したかったという気持ちがすごく強かったようです。で、そのまま、6年経ちまして、またその世界選手権の時にメリティさんが2度目の優勝を果たします。で、ちょうど日本としても、この1999年という年は、レンジ命名100周年記念ということで、何かイベントを組もうという動きがあったのですかね。ちょっと具体的にこの時の事情がどうだったかというのを私はわかりませんが、何かそういう動きがあったようで、記念対局として、当時の世界チャンピオンメリティと中村茂名人との対局が組まれました。で、この第3局に至るまでは、第1局を中村名人が勝ちまして、第2局をメリティさんが勝っております。つまり、1勝1敗ですね。両者1勝1敗で迎えた第3局となります。それでは並べていきます。で、当時と今とはちょっと開局の規定が違うんですけれども、そこはね、あんまり対局の内容には関係ないので、ちょっとスキップします。出だしの形は、蘇生ですね。この蘇生という形は現代でもすごくね、打たれる形の一つです。当時は、ほぼ蘇生か随生か正月か旧月、社月の、大体5択ぐらいだったのかな。の中から選ばれることが多かったようですね。このあたりは開局ルールの事情がありますね。今はちょっともっと、幅広い形が出やすいように、ルールが修正されているのですが、当時はそういったものでした。そして黒5、白6、黒7と打ちました。で、この手に対しての当時の認識はちょっとわからないんですけど、一般的にはこちらから止めるというのが多分メジャーだったんじゃないですかね。ちょっとよくわかりませんけど、こちらの方がレーンをね、作りながらレーンを止めるという基本に忠実な手ですので、通常打たれるんでしたらこちらなんですけれども、
黒は今回こちらを打ちました。そして、白は8でこうします。これはどういうことかというと、この黒7というのがね、かなり空間を取っている手でして、次に打ちたい場所がいっぱいあるんですね。例えば放置すると、こうとか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 、こういう手もそうですかね。とか、いっぱい打ちたい場所があるんですけれども、それらすべてを同時に受けるのは白は難しいということで、反撃に出ますね。で、黒の打ちたい場所の一つに先着しながら、白は連2つを作っているので、これは強く応じて黒7を咎めようという意味合いがありますね。で、従来、この戦型というのは、ここに打たれるのが普通だと言われていたんですけれども、これが10、11、12と打ちますと、ちょっと以下長いんですけど、厳密に打つとどうやら白勝ちということで、この黒7という進行自体があまり有力視されてない、白8、黒9、白10、黒11、12以下白勝ちということで有力視されていなかったのですが、ここで後にメリティ流と呼ばれる新手が出ます。それが黒9という手です。で、この番勝負ね、メリティさんは次戦記を公開されていて、それはネットで読めるので、ぜひ興味のある方には読んでいただきたいんですけれども、厳密に言うと、この黒9がそのメリティ流というよりは、当時、ヨーロッパの方で流行っていた作戦の一つだったようですね。で、それを、この番勝負のために温めてきたということだと思われます。で、前例を調べたんですけれども、厳密には、この対局の前に前例は4局ありました。ただ、大きい対局では、この番勝負が初ということで、実質メリティ流と言ってもいいのではないでしょうか。で、どうやらね、この黒9に対して第2局の検討でちょっとメリティさんの方から言及したらしいんですよね。これは次戦記にこのようなことを書いてあるんですけれども、で、こういう手があるというアイデアを明かした上で、翌日のこの第3局でそのまま使うというのが、現代では珍しい心理戦ですね。これ現代だとAI があるので、こういう手があるんだってなったら AI でポチポチポチってこう調べて、対策を勉強して、来てもいいようにしておくということがあるんですけれども、当時は有力なレンジのソフトだとか、AI というのは存在しなかったので、ほぼアナログの勝負ですね。ほぼというか完全なアナログの勝負ですね。というので、前日に作戦がちょっとバレたとしても、あまり影響はないということですね。で、次戦記によると、ここで中村名人の方が長考されたようです。現代の結論ですと、白10をね、ここに打つというちょっと直感に反するような手があるんですけれども、これで以下めちゃくちゃ難しいんですけれども、すごい頑張ると白勝ちになると言われています。ただこの手が発見されるのは、もうちょっとだいぶ後の話でして、さらにこの手が白勝ちだとわかるのは、もう本当に最近の話ですね。AI がすごく盛んに検討されるようになって、それで、皆さんがね、わーって調べた結果、どうやらこの手で白勝ちらしいということが、現在では分かってるんですけれども、当時はそんなことは知る由もありません。そして、対局で選ばれたのは、この白10から12という手でした。これ自体はね、次戦記の方には、白10が自然な手とね、メリティさんは書かれていますね。なので、この白10はどうやら想定の範囲内だったようですね。
まあ、手としても、黒の打ちたいこの白 10の場所に先着して、こう打ってるので、これ単に、例えば、こう打つと、まあ、ここでね、こう打たれちゃうんですかね。ちょっとわかんないですけど、多分そうじゃないかな。そうですね。こう打たれて、この白10だけだと、攻めの余地がもうない。この12、1本4をね、伸びるだけだと、攻めが続かないんですけれども、で、ここで、改めてね、12と打ってもね、黒からね、まあ、ここの3とかね、ここの3とか、ここの3があるので、まあ、詰んじゃうんですね。詰んじゃうので、この11が来る前に、白10と、あらかじめここに打つことで、斜めのレーンを確保したという意味合いがありますね。で、これでこうだったら、まあ、3引いて止めとくぐらいでもいいかもしれないですし、これ AI だとどうするんだろう。あ、勝っちゃう。あ、そうですね。これ勝ちですね。すいません。で、こうして、ここ3三金ですね。そうですね。という手があるので、まあ、ここで11とは打てないわけですね。で、12と、11となりました。いや、なんか緊張してますね。結構、この番勝負全部名曲なんですけれども、ちょっと名曲を並べるというのは緊張しますね。で、11に対して、まあ、12をね、自然に打つのであれば、まあ、こういう手、レーンを作りながらレーンを止める手なんですけれども、まあ、これは、次に白の打ちたい場所である、ここに先着されたときに、まあ、もしかしたら継続が難しいと判断したのかもしれません。ただ、これはね、この番勝負の最終局でこの進行を確かやってます。で、この対局ではこちらを打ってますね。で、13と3を引いて、14と止めて、15とこの6と10の連を止めます。で、これが何があるかっていうと、まあ、例えば無視してね、こちら側をね、白を攻めると、3引いて、打って、4して、打って、3というようなことで、まあ、こういう感じでね、こう左側の白を無視して黒は勝てるということで、まあ、この15をね、無視できないわけですね。まあ、無視できないということで、まあ、止めました。で、ここが、この局面が、本局のちょっと難しい場所ですね。ここから、ここまでは、まあ、12って打たれたら13、14、15っていう手は、まあ、ほぼ、誰でも打つと思うんですけれども、で、まあ、15も他に候補はあるんですけれども、まあ、15もまあまあ、このメリティさんでなくても、ここは、これは少なくとも候補には入る自然な手ですね。ここに実際に打つかどうかは別として。で、16も自然な手ですね。で、ここで、自然に打つっていうことを考えるのでしたら、まあ、こういう手があるんですけれども、これがね、白の斜めの剣先を止めながら、黒の連と剣先を作る手なんですけれども、まあ、こうして止められたときに、ちょっと形が悪いかな。どうなんですかね。これでまあ攻めが続くのでしたら、全く問題はないのですが、試しにこの局面の評価値見てみますか。まあこれはこれでいい勝負のようですね。なんですけれども、まあ、黒のメリティさんは、まあ、本譜、ここで、この進行をね、すごい考えたという風に書いてたのかな、確か。ちょっとお待ちくださいね。そうですね。ここ、
当初はね、ここに打つ手をね、すごい考えたようですね。ただ、これで、おそらくこうなった時に、継続手が見えなかったというようなことを書かれていて、それで、ここで、ポジショナルな手を打つという方針に変えたそうです。ポジショナルというのは、いい位置に先着することで、位置の働きを上げようという、手ですね。こういう手は、なんかレーンや剣先の量ではね、すごくいい手なんですけれども、18という場所がいい位置に来てしまうので、これを防ぐために黒からこうしました。これはね、こういう風になってしまうんですけれども、この18という場所にお互いに打ちたくないということがありますね。っていうのは、こうすると外側を囲まれて、こうなると、これで19となるとね、こういうので外側をね、囲まれてしまうので、黒も白もこの場所に打ちたくないという攻防をしてますね。で、というわけで白は18と止めます。黒は19。白20ということで、この攻防に関しては、黒にちょっと、軍配が上がったっていうことじゃないですけど、ちょっとね、この白20の場所に打たせて、黒21というところでね、外側に回ったので、ちょっとだけ満足かもしれないという感じですね。で、22となりました。ここがね、結構個人的に、この対局多分50回以上並べてるんですけど、私は。この局面が個人的に結構難しいなと思ってます。ここ手広いんですよね。何にするかがだいぶ自由な局面でして、わかりにくいですね。方針が。一つは、この3を引くかどうかっていうのがね、ちょっと問題で、この3を引いて、例えばこうなると、ちょっと上辺の接続が弱くなるんですよね。なので、この剣先を使うのが、もしかしたらちょっと難しくなるかもしれないっていうのがあるんですけど、かといって、例えば、そうだな、こうなって、こういう風になった時に、ここ外側取れてるんですけど、白のね、この中央の模様が、ちょっと厚くて怖いかなという気もします。でも私が打つんだったら、どうするかな。あるいは、このレーンを一旦は止めなくてもいいと考えるのであれば、例えばこういう手ですね。こういう手を打って、ここの剣先と、このレンとの両方とね、連携をね、良くして、攻めをつなごうということはあるんですけれども、そうすると、白に3を引かれたときに、こちらを止めなくてはいけない。こうすると、飛び3して打って、3して打って、3という手が、あるんですけど、一回止まるんですけど、そういうことがあって、ちょっとね、怖い。でも、さんこれってもう詰んじゃうよな。そうだよね。詰んじゃうよね。で、こっち打てるから詰みか。もうそう。でもこう打ってますね。なるほど。これいい手だな。これ、ここ止めなくちゃいけないけど、こう3-3打てると。打てて、こうしても、こうしても、ここの資産が残ってるので、この32があるから、罪なんですね。ちょっと見にくかったですね。なので、24って打たれたときに、25ってこうしなくちゃいけないのが、ちょっと尺。っていうのは、将来的になんかこういう手とかが、こういう手とか、こういう手が残るんで、今すぐはこの辺受けなくちゃいけないんですけど、24と25の交換は24の方が価値が高いので、ちょっと、
どうしようかなっていう感じですね。で、本譜は何をしたかっていうと、23と3を引きましたね。3を引いて、こうして、こうしました。これもね、結構自然な手でして、白のレーンを止めながら黒のレーンと剣先を増やしているっていう、レーンや剣先の数で組み立てるのでしたら、一番自然な進行だと思います。で、白26が、こうなりましたね。これはね、結構攻撃的な手でして、私の印象だと、中村さんはこういう手が多いかなっていう気がしますね。受けっていう意味で固く打つのであれば多分こうなんですけど、こうすることによって、何か攻めが、向こう側の攻めが収まった時に、こういう手をね、用意したりしてるっていうことですね。で、上辺に関しては、ここに打てる余地がもうあるから、2箇所にこう反撃の余地を残しておこうという積極的な受けがこの白26ですね。岡村さんは、こういった手がね、確かに多いなっていう印象があります。多分私が打つとここに止めるんですけど、で、黒27でこうしました。これは、相手の打ちたいところに打てということで、白はここにね、打つとね、連と剣先がね、合わせて3つできるという手で、そこに打つことで、相手のね、反撃を先に消しながら、黒ね、ここの横の連と、縦のね、剣先ともね、相性がいい場所なので、ここはね、すごくいい手だと思います。で、ここの辺はね、結構手が広くて、どういう風に受けるかっていうのが割と悩ましいなっていう風に、個人的には思いますね。で、本譜はなんかこうしてるんですよね。これ結構攻撃的な受けというか、つまり27からちょっと遠くの場所にその28っていう風に受けてるんですけど、これつまり、なんか将来的にこういう風な反撃も見据えてるよというような手なんですけれども、この周辺に直で受けるのであれば、例えばこういう手とかが、手堅くはあるのかなちょっとわかんないけど、手堅いような気がしますね。もしくは、どうするか。で、これそもそも積むのかな放置したとして、詰ましに行くならこっからだと思うんですけど、この手ね。ちょっと見てみますか。積むんですね。はい。ちょっと、よく確認しますか。こう打つのかな先に打つ。はい、はい。こう止める。ここに3あるわ。ここに3あるので、そうですね、積みということですね。こうなって、こうし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 て、こうですね。で、これ 5ができるので、白は、この27を、当然ながら手抜けないと。これ、手抜けるんだったら打たないですからね。そもそも。というわけで、白28、こうなりました。そして、黒29が、こうですね。いや、これがね、この、何もない、白石がほぼ何もない場所に、黒のね、レンガ2つできてて、なおかつ、ここの、黒の縦の剣先も攻めに効いてくるので、見た目上すごく怖いんですけれども、これを呼び込んで、受け切って、こういう手をね、なんか間に合わせようっていうのが、白の構想ですね。なので、これかなりね、お互いに怖いことやってるんですけど、そしてなんか私がこの局面見ると、ちょっと受けるの大変そうだなって思って多分この局面にしないんですけど、この27、29までの局面ね。
次の30という手が、なんと言いますか、すごくさすがの受けでして、30と、ここにくさびを打ち込みました。で、31、32とすることで、部分的にはね、これで、まあ、ちょっと変則的なんですけど、まあ、ほぼ桂馬に囲うことによって、黒の攻めが止まっています。これ、すごいですよね。なんか私、この進行に踏み込む、なんていうか勇気が出ないから、この31、32の進行やるのすごいな。で、メリティさんはここで1時間考えたそうですが、1時間かな確か考えたそうですが、勝ちが見えなかったようですね。なので、ここで、まあ、次の手もそうなんですけど、勝ちが見えないときに、やりがちなこととして、勝ちが見えないんだけど、3とか、飛び3とか打って、このあたりをね、消費してしまって、形を確定させてしまうっていうことをね、一般的にやりがちなんですけれども、それは、良くなくてですね、この場合は、この32丸の攻防で、29、31の横の連と、まあ、ここの斜めの連と、まあ、この17、29の縦の連ですね。この3つの連ができたということに満足して、転戦します。それがこの黒33という手でした。これも、なかなか打てない。これなんか狙いが分かりにくいから、なかなか打てないなと思いますね。まあ、ただ、対局者読んでると消去法でここしかないのかもしれないですが、これ、万が一勝てなかったら、勝てないっていうか、攻め潰れたら白の26っていう石をね、先手で受ける手段がなくなるので、例えばこういう風になって、左側の方がね、こう攻め潰れちゃったりしたら、この状態だったら、まあ、こうやって打つのが、次に負担を残して、一応先手で26を消す余地っていうのがあるんですけれども、33と打つことで、まあ、白のね、この反撃筋を先手で受けることができなくなったので、かなり攻撃に寄せてるんですよね。まあ、連3つもできれば確かに攻撃に寄せたくなるかとも思うんですけど、このあたりはすごく難しいなと思います。今見ても。で、34、こう打ちました。まあ、これはそうですね。自然な受けですね。で、次のね、35っていう手がね、すごい手で、まあ、個人的にすごい手なんですけど、で、メリティさんはこの35が見えたことによって、勝ちになったというふうに、実戦記には書いてます。いや、この手はね、あんまり見ない手で、それをこの実戦の大一番で打てるのはすごいなと思うんですけれども、それがこの35という手ですね。これなんかね、パッと見何を狙ってるかが分かりにくい手だなって思うんですけど、てか今見ても、いまいち、こう、狙いがこう説明しにくいというか、分かりにくいなと思うんですけれども、まあともかく、次の進行を見てみましょうか。で、36と、まあ、このね、33、23の連と、35、19の連と、29、17の連をね、止めるっていう手で、なおかつ、白のね、連を作るっていう手で、まあおそらく最強なんじゃないかなっていう気がしますね。だいたいいっぱい作っていっぱい止める手はね、このゲーム強いんで。で、37。こうなりましたと。これもなんかすごい難しい手ですよね。これ
狙いとしては何もしなければこうして、こういう価値があるんですけれども、でも別になんかね、なんかパッと見はどこ止めてもそれなりに止まりそうだなって思っちゃうんだけど、例えばこういう手ができないってことなんかな。なるほど。ちょっと意味は理解しましたが、本譜の進行に関わるので、そちらを先に見ていきましょうか。本譜は38と止めてます。で、39、40、41、42、43、44、45となりまして、ここで白の中村名人が投了されました。で投了図以下は、こう止めても、こう止めても、まずこの45が3なんですけど、これを止めなくちゃいけなくて、これをどちらから止めても、次に3を打って、4、3というね、簡単な勝ちは止まらないので、これにて、明快な黒勝ちとなりますね。いや、すごいですよね。この29、31、27っていう、確かに形はね、いいんですけど、直接的に勝ちには繋がらないような模様が綺麗に繋がって、上辺でね、連携して最後、この白28、84っていう剣先も綺麗に解消して、勝ちになったということで、これ、すごいですね。で、こうなって、こうしたときは、同じように打っていけばいいんですかね。こうして、例えば、こうなったときに、止めて、こうできるということですね。なので、勝ちだと。いや、すごい。これ、例えば、まだね、ちゃんと意味を理解しきれてないんだけど、こういうのでも一緒か。ここから、こうして、こう打たれちゃうから一緒なんだね。一緒なんだな。一緒だよね。だから、こういう手を打たなくちゃいけないんか。でもこれ、詰んじゃうのかな。何も分かってないけど。はい。なんか積みそうですね。もうちょっとソフトを持ってしても時間がかかる。こうなって。ほう。ほう。こうして、止めて、こうし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 て、こうか。すごい。うっかりこうしちゃうと、こうされて、ここ超連なんで勝てないんですけど、こうですね。こうして勝ちなんですね。すごっ。あと、こういう手かな。同じか同じかもしれない。変わってない。状況変わってない。だから、これあると大事なんだ。これっていうか、ここの3が生きてることが大事なんだ。多分こう変わんないよね。そうだよね。で、今度はそうできるんだ。こっち止めると。
まあいろいろあるけど、こういう感じで、こっちか。すご。いや、なんかこの対局自体はね、いっぱい並べてるんだけど、なんかソフトでちゃんと検討したのはね、多分これが初めてかもしれないから、一応、事前にどこが問題だったのかっていうのは見てるんですけど、いや、すごいな。ここで、これがもう受かんないのかな。なんか、そうですね。ほぼダメそう。ちょっと今、データベースを切っちゃってたんで、あんまり意味なかったけど。すごっ。てか、こんな手よく発見できますね。てか、33、30、なんか33、34っていうのが、場当たり的だと、こういう手はなかなかたどり着かないと思うので、多分33から読み切りだったのかな。いや、すごいな。どこまでがその対局者のあれかはわかんないんですけれども。で、この対局の複合検討というか、白がどこがね、まずかったかっていうのをね、あらかじめちょっと検討してきたんですけれども、この29に対して30と、ここに受けるべきだったようですね。こんな手はなかなか見えませんね。で、これはどういうことかっていうと、この29、27をね、直接止めるわけじゃなくて、こことかね、ここのラインを使って、反発しながら受けていくという思想のようですね。で、まあ、例えばね、こうなってもね、こういう風に打つことによって、新たに32でね、剣先が発生するので、まあ、こうとかね、できて、黒としては簡単に身動きが取れないようです。まあ、いろいろあるんだけれども、例えば、そうだな。やっぱりこの32って打つと先手で入るので結構楽なの。なんかそんな感じがしますね。いやー、これでもなかなか発想に浮かびにくい手ですね。その30っていうのが結構内側に持ってるので、この27、29っていう風に外側に飛び出されてる局面で、ここに打つっていうのは大変かもしれない。こういう手から考えたくなってしまうのは結構個人的にはわかります。じゃあ、今並べてもすごい。でもこことここ両方急所って言うんだ。すげえな。28どこ受けるんだろう。でも28最善なんだ。こう受けんの？こんな手は打てませんね。こういう手はダメなんか。まあ。こういう手もある。これでね、毛花見作っといて。っていう手もある。まあ実践的にはちょっと28が、いや28自体は悪い手じゃないんですけど、これがちょっと難しいので、っていう意味で28がちょっと問題だったかなということなんですかね。こういう手とかは大丈夫なのかな。これ積んじゃうんだ。積みではないが、受けなし。こう。結局、ここの場所急所なんですね。ここ今打てないからな、多分。そうだよね。打てないよな。また同じように、押して、こうですね。なので、そうか。そうなんだ。
いや、すごいですね。私は個人的に、この対局を結構初心者の時代に並べまして、それでなんかね、最後のね、収束がなんかね、美しすぎて衝撃を受けて、それによって、現状を始めた人間なので、この対局をね、もう一回並べるとちょっと感慨深いですね。うん。というわけで、本日は以上となります。もう一局ね、この番勝負は、次の第4局かな。第4局っていうのがね、多分、レンジの歴史的な意味合いで、個人的に多分、意義深いというかね、有名というか、なものだと思うので、それもね、別の機会に並べようかなと思います。というわけで、本日はご視聴いただきありがとうございました。